なので、ここに立っている限りは、リーパー、基本的には攻撃をしてこないものになっています。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、2026年版究極リーパー簡易トラップのご紹介です。以前、リーパートラップご紹介させていただいているんですが、今回はそれをアップグレードしまして、作りやすく、また攻撃対策もされた究極版となっております。もちろん以前のコンセプトと同じくスピノサウルスでの誘導も可能となりますし、もちろんロックドレイクやマナガルムなどの誘導も可能です。リーパートラップどうしても大きくなりがちですが、公式とかですとなかなかスペースもなかったりしますので、かなり小スペースで作れるものにもなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。また、初心者向けにですね、リーパーの受胎について、そして ASA で変わった受胎後のことについてもですね、徹底解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、トラップの作成についてなんですが、実はですね、このパート差し替えております。編集中にほぼ最終段階でですね、よりトラップがアップグレードできましたので、差し替えております。なので、この後のパートと少し形が違うんですが、内容は変わりないのでご安心いただければと思います。トラップの作り方だけ変わりました。では、ご紹介していきます。必要素材はこちら。土台が3つ。クォーターの土台が1つ。クォーターの壁が2つ。柱が16本となります。これと別に間隔取り用にもう一つクォーターの土台をご準備いただくと設置がしやすいです。もう一個は間隔取りだけなので藁のクォーター土台でも何でもいいです。では作っていきますね。まず土台、向こうから来るとして土台をひし形に置きます。高さは一番下。そして入り口側サイドに2個。そして一番入り口になるところをクォーターの土台2個置いて1個回収します。クォーターの壁をこのように置きます。そして柱、これをクォーターの壁の高さに合わせて2個置きます。同じ高さなんですが、柱を置かないとスピノもリーパーも入れないということになってます。続いて柱、これを細柱に変えて土台の角に置きます。これはここでもここでもどこでも問題はないです。ただ真ん中に置くとですね、ドレイクとかマナで抜けるときに通りづらくなりますので、どっちかの端に置いていただければいいです。そして上にもう1個。ここから横向きの細柱に変えて2個。90度曲げて2個。さらに90度曲げて1個。こっち側も1個。形的にはこのようになります。あとはさらに90度曲げた状態で1、2、3、1、2、3と。これは誘導用の柱になります。以上です。ちなみに上から見るとこういう形になってます。これですね、ここは平らなんでこれでいいんですが、場所によって傾斜があるようなところであればですね、この入り口の部分にこのように土台を引いて
あとはスロープとか屋根で傾斜をつけていただいて、リーパーが登れるようにしていただければ、この高さが合っていれば侵入することができますので、傾斜に合わせてこの入り口のあたり設置していただければ、傾斜があるところでも利用が可能です。また、誘導上でどうしてもリーパーが回り込んでしまう場合なんですが、この端っこのところ、今は土台判定上置けないんですが、この端にクォーターの土台置いていただければ、この誘導の最後のところに細柱置いていただくと回り込みづらくなりますので、こちらで対応いただければ変に回り込んでなかなか誘導が難しくなるっていうことも少なくできるかと思います。こんな感じですね。以上です。では続いて誘導について、今回はロックドレイク、アナガルム、スピノサウルス、それぞれの誘導をご紹介していきます。ロストコロニーにはロックドレイクいないですが、アベレーションやバルゲロだと基本になってくるかと思うので、ロックドレイクもやっておきますね。ちなみに少し誘導ですね、分かっていないとうまく誘導できない場合があるので、特にスピノサウルスに関してはですね、少しコツが必要となりますので、こちらもご確認いただければと思います。ではまずロックドレイクからやっていきますね。リーパーですね、これ誘導を普通にしてしまうと回り込んでいます。なのでロックドレイクやマナガルムの場合ですね、まずリーパーのヘイトを買っていただいて、トラップにかかる形でいます。これで入ってくれます。一回ですね、手前で潜りますので、あまり進みすぎるとですね、回り込んでしまう可能性があるので、そこだけご注意いただければと思います。続いて、ロストコロニーでは定番になるであろうアナガルムでの誘導。これに関してはロックドレイクとそんな変わりないんですが、このままゆっくり誘導してもらって、なぜか一回手前で潜りますんで、このままちょっと進んでいただく。進みすぎると回り込んでしまいますので、まっすぐ誘導してきたら、一旦罠の中で止まる。ちょっと引きながら誘導していただくと、割と誘導しやすいかと思います。これで入りますね。中には入りやすくなっているので、前のものよりは誘導しやすくなっているかと思います。マナガルムの誘導の注意点としてなんですが、マナガルム、リーパーのトゲ攻撃食らうとですね、どっか飛んでっちゃったりする場合ありますので、そこだけご注意いただければと思います。続いて、スピノサウルスでの誘導。スピノの場合はですね、ちょっとゆっくりめに誘導していただいて、一旦この辺りで止まっておくといいと思います。このまま入っていただいて、ゆっくりいっちゃうとこのように詰まってしまいます。一回抜けていただいて、この場合ですね、このままゆっくり誘導していただいて、まっすぐ誘導していきます。この後ですね、ちょっと走ります。柱の上に乗ってですね、一回潜りますんで、出てきたらそのまま向かってきますんで、ゆっくり進んでいただくと、これで入ってくれます。小回りが効かないので、二足歩行とかうまく使ってですね、小回り効かして、ちょっと中に入れるの難しいですけど、スピノで誘導することも可能です。続いて、樹体について。樹体する場合は光源生物を用意しておきましょう。ロストコロニーの場合はグルーンですね。グルーンでする場合は必ずこれを切っておきましょう。ちなみにこのトラップ、サイズ感の問題でですね、リーパーが入り口側に振り返ることができません。なので、ここに立っている限りは、リーパー、基本的には攻撃をしてこないものになっています。ただし、ローリングはできるので、近寄るとローリング攻撃はしてきます。ただ、攻撃する場合は、こっち側から攻撃しないと振り返れてしまいますので、そこだけご注意ください。リーパーの場合ですね、このようにダメージカットがあります。
外装が硬くてですね、だいたい 80% ぐらいダメージカットされます。なので、この場合ですね、光源生物の光を当てていただくと、このように紫に光ります。この状態だと通常通りダメージが入るものになります。これでリーパーの体力をまず2000まで下げていただく必要があります。攻撃を与える際なんですが、サイド側から攻撃をしましょう。正面から攻撃するとですね、場合によってはちょっと出口側に押し出してしまう場合があるので、横だと抜けれないのでね、ひたすら攻撃を繰り返すということになります。これで2000以下にしました。この状態になると、ライトを切るとですね、ピンクのオーラを発します。ちょっと明るいんで見にくいんですけどね。この状態になると、受胎が可能ということになります。なので、ライトを切っていただいて、マナでも、ロックドレイクでも、スピノサウルスでも、乗ったまま可能です。あとは、シールドなどを構えて向かっていくのもありです。この場合ですね、しないといけないのが、サバイバーにリーパーのヘイトが向かないと受胎してくれません。乗っているペットにヘイトが向かっている場合は受胎ができないのでご注意ください。なので、ペットに乗っていく場合に関してはですね、尻尾攻撃かわしながら、一回降りて乗るで近づいていただく。受胎前ですね、一回方向があって受胎されます。ちょっとマナにかぶって映らない。これで受胎されますので、あとはすぐペットに乗っていただくということになります。これで通常はリーパー潜って逃走するんですが、下が土台で囲われている場合はですね、逃走できないので、これでみんなで受胎していくことが可能となります。続いて、無事受胎ができましたので、受胎後のお話をしていこうかと思います。まず受胎しますと、このように右下に受胎状態のマークが出ます。時間としては、ログインしている時間で当倍の場合8時間になります。これは公式サーバーでもログインしている間の時間になっておりますので、ご注意いただければと思います。ログアウトしている間はタイマー進みませんので、ご安心いただければと思います。出ている表示なんですが、まず通常のティームと違ってティーム効果というのがありません。ただしですね、他の孵化生物と違ってですね、レベルをプラスすることが可能です。これは受胎している間、サバイバーが得た経験値に基づいてレベルがプラスされるというものになっています。最大52,500まで経験値を貯めていただくと、親のレベルに関係なくプラス75されます。どこまで経験値貯めれるかなので、マップによっていろいろ違ってくるんですが、経験値効率がいい生物を倒してですね、貯めていく。もしくは、啓発の煮汁など、サバイバーの経験値バフを活用して貯めていくことになります。実はリーパークイーンが一番経験効率がいいので、最後ですね、リーパーをサバイバーで倒すと1回でレベル75まで上げることも可能です。ただし他のリーパー倒すの結構大変なので、アベレーションであればスピノサウルスであったり、バルゲロであればワイバーンであったり、経験値効率がいい子を倒して貯めていくのがいいかと思います。ロストコロニーだとミッションがあればミッション回すといい経験値稼ぎになるんではないでしょうか。ということで経験値貯めてきました。続いて上のコスト倍率と書いている部分ですね。これは ASE になってから追加された内容となるんですが、サバイバーのレベルによってレベル補正が入るようになっています。計算式としてはこちら。目安としてレベル150になると補正倍率1倍となって ASE と同じ倍率となります。そこからさらに上がっていくと ASE 時代よりも強くなるということになります。なかなか150大変ですね。一応目安としてはこんな感じ。
これはメンバー限定ディスコードの方にも貼り付けておきますので、メンバーの方はそちらからもご確認いただくことが可能です。続いて出産について。出産ですね。赤ちゃんが飛び出しまして、幼年期の間は暴れます。なので、どっかに行ってしまわないように囲っておく必要があります。最低限、このような1マスで作っていただくんですが、これですね、逃げ出す可能性があるんで、できればこのように2枚扉で設置しといていただいた方が安全です。入って、閉めて、で、開ける。で、閉める。この状態ですね。2枚扉だと最悪こっちに出てきてしまった場合にも再度戻すことができますので、どっか逃げて拠点内うろちょろされるっていうことはなくなりますので、できれば2枚扉の方がいいです。そしてリーパークイーンを倒すと、このようにリーパーのフェロモン線というのが手に入ります。これを飲むと幼年期の赤ちゃんからですね、敵対されなくなります。ただですね、幼年期の間、その都度肉を与えるのが非常に大変になりますので、メイちゃんとかいればね、どっちでもいいんですけど、いない場合に関しては、このように大量の焼肉を用意しておきます。この状態で孵化を待ちます。ということで、あと20秒ほどで生まれます。お腹出てますね。この状態でですね、まずすり込みをします。すり込みできたらですね、リッパーに攻撃をしてもらう。クリエイティブ切るのを忘れてたので、通常はね、体力減ってるんで、だいたい一撃で死ねます。ということで戻ってきました。このようにリーパーキングに食べられると、持っていたアイテムですね、チビペットも入っちゃいましたが、すべてリーパーくんのインベントリーに入るので、重量オーバーになったとしてもですね、こんだけ肉があれば少年期までは持つと思いますので、放置しておくことが可能となります。たまに落ち着いてですね、サバイバー食べてくれない場合があるので、そこだけご注意いただければと思います。ちなみにクライオポットに直すと落ち着いてしまうので、ポットに直す前にですね、食べていただいた方が安全だったりします。ポットに直すのはメイちゃんとかがいる時だけにした方がいいかと思います。もちろん少年期になればですね、餌箱から食べてくれるようになりますので、このように少年期になればですね、いつも通りのブリーディングになりますので、あとは育つのを待つということになります。もちろんすり込みとかはありますので、すり込みも頑張っていただくということになります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、2026年版究極リーパー簡易トラップのご紹介でした。かなり以前よりですね、作りやすくなっているかと思いますし、誘導もしやすくはなっているかと思います。ただどうしても簡易トラップなので、入り口小さいものにはなってますので、少し誘導をですね、頑張らないといけないところと、あと攻撃するのをサイドからですね、攻撃していただかないと抜ける可能性ありますので、ご注意いただければと思います。ただかなり簡易的にですね、小スペースで作れるものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。